樹齢9年の全然成長しないみかんの木を2025年の春に植え替えをしました。その動画のコメントでいろいろと教えてくださり、どうもありがとうございます。今回の動画は植え替え後初めての冬越しの様子と、3月に与えた肥料と株元に植えるグラウンドカバーについて、コメントを参考にしながら私が実際にやってみたことを動画にまとめました。まずは冬越しの様子です。不織布で防寒対策をしたのですが、今年はここ関東でも久々に雪が積もりました。木に積もった雪は早めに落としたのですが、2日間お庭に雪が残っていたので、みかんの木の状態が気になります。2月も中旬になり暖かい日が続いたので、不織布を取ってみることにしました。ここは千葉県なので冬に雪が積もることはめったにありませんが、北風の影響で氷点下の日が続くような千葉県の中でも寒い地域になります。冬越し前と比べると葉っぱの数が若干少なくなっています。寒さの影響を受けやすい上の方の葉っぱが茶色く枯れています。冷たい風が当たり霜が発生して池の水も凍るようなお庭なので、特に木が小さいうちはもっとしっかりとした防寒対策が必要かもしれません。3月になったので肥料をあげていきます。Amazon でお手軽価格だったので日清コップン入り油かすを購入しました。今までは時期を確認しないで気が向いた時に化成肥料をまいていたのですが、これからは成長を促すために3月と11月の年に2回しっかりと肥料をあげてみかんの木の成長を見守りたいと思います。詳しく教えていただきありがとうございます。4月になりました。冬の寒さで茶色くなった枝ですが、復活しなさそうなので、これ以上枯れ込まないように切り落としていきます。今年の冬越しは枯れることを想定して枝を多めに残したいと思います。暖かくなって新芽がたくさん出てきました。3月に与えた肥料が木にとって良かったんだと思います。私が思っているよりも果樹は肥料を必要としているのかもしれません。思い返してみると、ここ数年はこんなに春芽が出てきたことはありませんでした。もしくはすぐに虫の被害に遭っていた可能性が高いです。この春芽が伸びた枝に来年実がつくので、この芽を大事に育てていけたら、もしかしたら来年みかんの実が期待できるかもしれません。なんとなく株元に芝生を張っていたのですが、みかんの木と芝生が栄養や水分を奪い合ってしまったり、木の根っこが呼吸しづらくなるため、柑橘の木と芝生は相性が良くないことが分かりました。なので芝生は他の場所に移植して別の植物に変えることにします。試しに3種類の植物を育ててみることにしました。1つ目は株元に近い場所にマルチ麦の種をまきます。マルチ麦は春から夏に地面を覆って雑草を防いでくれるだけではなく、枯れた草がそのまま敷きわらになるので、みかんの木の冬の防寒対策にも使えそうです。枯れる時期が早い品種と遅い品種があって、
よく調べずに遅枯れ品種のマルチ麦を購入したのですが、育てている植物と養分の奪い合いが心配な場合は、夏前に枯れる早枯れ品種がいいのと、早枯れ品種の方が初期生育が旺盛なので雑草抑制効果が高いそうです。暑さに弱く種ができる前に枯れるので、こぼれ種は期待できないと思います。2つ目のグラウンドカバーはヘアリーベッジという聞き慣れない植物なのですが、カラスのエンドウの仲間で一見すると違いがわからないほど似ています。ヘアリーベッジの方が花数が多くて毛深く、食べると中毒症状が出ることがあるので、食用可能なカラスのエンドウを食べていたり、ペットを飼っている場合は注意が必要になります。庭に生えているカラスのエンドウの種をまけば同じ効果が得られるかもしれませんが、時期的にまだ種ができていないので、今回はヘアリーベッジの種をまくことにしました。マメ科の植物なので土壌改良効果が期待できて、周囲の植物の成長を抑制するアレロパシー効果で雑草を防ぎ、夏には枯れますがこぼれ種で勝手に増えます。その繁殖力の高さから産業管理外来種に指定されているので、種ができる前に刈り込むなど適切な管理が必要になります。残ったこのスペースに植えるのはトリフォニウムバニーズという植物です。ピンク色の穂をつける可愛い植物で、株元に植える予定ではなかったのですが、調べてみたらクローバーの仲間のマメ科の植物なので土壌改良効果が期待できます。夏には枯れてしまう一年草ですが、この植物もこぼれ種で毎年増えます。すごく可愛い植物なのですが、まだ取り扱っている店舗が少ない印象です。ヘアリーベッジのアレロパシー効果による周りの植物への影響が少し気にはなりますが、みかんの木とともに3つの植物の成長も記録していこうと思います。マルチ麦の種は鳥に食べられる確率が高くて発芽率が低いです。何度かムクドリが食べているところを目撃しました。ヘアリーベッジの種は食べないみたいで、たくさんの芽が出てきています。少し種をまきすぎたのかもしれません。トリフォニウムバニーズは苗から育てているのですが、いくつか小さな穂が出てきました。種をまいてから22日が経ちました。マルチ麦は見た目がほぼ雑草です。ヘアリーベッジは現状ではカラスのエンドウとほとんど同じに見えますが、花数が違うので花が咲くのが楽しみです。トリフォニウムバニーズの穂はピンク色というよりは淡いセピア色という感じで、気候によって多少色が変わるそうです。果樹の株元に植える植物で何かおすすめがあったらぜひコメントで教えてください。次回はアゲハチョウの芋虫対策についての動画を作成する予定です。最後までこの動画を見てくださりどうもありがとうございます。